ローマの町を流れるテベーレ川に架かるサンタンジェロの橋より眺められる風景は、永遠の都ローマと呼ばれるにふさわしいこの町の長い歴史を物語っています。ローマ法王朝サンピエトロ寺院の円形、そして橋の彼方に堅固な城塞の佇まいを見せる古代ローマ皇帝ハドリアヌスの墓。最もローマが永遠であり得たのは、こうした権力や権威によるものではなかったと言うべきでしょうか。近代市民社会が次第に成熟するにつれて、ローマ法王朝にしても宗教改革の危機にさらされ、ローマの町自体絶対王政を確立したドイツ新生ローマ帝国の軍隊によって1527年、ローマの略奪と史上にその忌まわしい名前を残すほどの侵略を被っていたのです。それは当時華やかなルネッサンスを経験していたフィレンツェやベネチアの町に対し、ローマはむしろ時代より取り残されつつあったと言えなくもありません。いや、ローマは生き続けていたと言うべきでしょうか。私たちの時代に直接影を落とす新たな美の空間を今用意しつつあったのです。私が今訪れているローマ市内サンルイジ・ディ・フランチェーゼ教会の礼拝堂を飾る作品は、イエス・キリストの12人の使徒に数えられている聖マタイを描いたものですが、おびただしい宗教画に恵まれたローマにあっては、取り立てて人々の注意を引くものでもありません。しかし画家カラバッジョが描く聖マタイ殿の今一枚の作品を目撃すれば、ルネッサンスの洗礼を受けたキリスト教美術がさらに新たな変革を迎えつつあったことを誰も否定できないでしょう。作品の主題は、ガリラヤの地に伝道の旅を続けるイエス・キリストがカペナウムの町で税金を取り立てる職務に携わっていたマタイに我に従えと呼びかけたという使徒聖マタイの改心する光景を描いたものです。わずかに限定された光、いやおそらく画家カラバッジョが生きた時代のローマの居酒屋を思わせる極めて日常的な空間にひっそりと出現したイエス・キリスト。もちろん人々は
戸口に現れた人物がイエスであることを知らずに最前まで賭博に打ち興じていたのでしょう。無心に金貨を数える男。イエスに呼びかけられたマタイにしても怪訝な表情でイエスが指さす方向が果たして誰であるのか思わず確かめている様子にも見えます。それは当然かもしれません。戸口に佇むイエスは彼が神の子である証の工房はわずかなあるかなきかの光の輪によって示され、室外から流れ込む自然の光の強さのためにイエスの表情は最も暗く描写されているのです。聖書物語という人々を驚かす奇跡に満ち溢れた世界を主題にしながら、この空間を完全に抑制しているものは全てが日常のあるがままの世界であり、ここに登場する人物たちは宗教絵画上の人物というより紛れもなく当時の風俗そのままの人間であったのでしょう。そしてイエス・キリストと聖マタイとの出会いにしてもあらかじめ定められた宗教上の約束事ではなく、人間と人間との出会いであるがために画家カラバッジョが描くこの光景はもはや宗教画にふさわしくない、人間と人間とが互いに交わし合う心の対話という新たな緊迫をここに伝えているというべきでしょうか。いや、緊迫はこの光と闇の部分、闇そのものにあったのかもしれません。事実、画家カラバッジョ自身の生涯も多くの闇に包まれていたのです。この礼拝堂に描かれたさらに一枚の絵、聖マタイの殉教は画家に課せられた闇の部分を十分暗示しているというべきでしょうか。それにしてもこの殉教の光景にみなぎるものは、あのイエスとの出会いに見られた静寂をたたえた内的空間とはあまりにも対照的な、過酷とも思えるほどの動的な描写に徹底しているのです。そしてこのいずれの表現にしても聖書物語に基づく宗教画というイメージを通り抜けてしまった画家カラバッジョの作品は、当時のローマ市民たちの関心を買い、普段は人影もまばらなはずのこの礼拝堂に人々を集め、スキャンダルを巻き起こしたというのです。いや、同一の画家の内面にこれほど相対立する動と静の両面を持ち合わせていたことは、当時にあっては不吉であったというべきかもしれません。人間をあくまで神との関係において単一の目でしか見ることのできない時代、こうした画家の錯綜したものの見方は、その社会から阻害されるだけではなく、激しく糾弾されもしたのでしょう。今、聖マタイ殉教の瞬間を背後の闇からかろうじて顔を覗かせ、垣間見ているこの人物は、カラバッジョ自身の自画像と伝えられているのですが、この不安をあらわにした眼差しに、画家自身とその事態との不幸な関係を感じ取りたくなるのは私だけではないでしょう。画家カラバッジョは本名をミケランジェロ・アメリジといい、北イタリアロンバル地方のアルプスにほど近いカラバッジョという小さな町に1573年9月28日に生まれ、父は
その地の大工の棟梁であったと伝えられているのですが、当時の画家たちの多くがそうであったように、故郷の名で彼も呼ばれていたのです。今カラバッジオの画家としての出発を確かめさせてくれるものは、ローマ市内ボルゲーゼ美術館所蔵の作品です。やめるバッカスと題されたカラバッジオの最も初期の作品。聖マタイを描いたあの空間を内側から支えていたものが、この鮮やかな写実性であったというべきでしょうか。いや、やめるバッカスというより、叫びたいの不良少年といった趣のこの表情に、画家の若き時代を二重写しにしてもよいのでしょう。それというのも、カラバッジョについて残されている記録はほとんどが犯罪に関わるものであり、画家が一回の無頼の徒であったことを示しているのです。かつてローマ皇帝アウグスティウスがエジプトの女王クレオパトラを破滅させ、その勝利を記念して持ち帰ったオベリスクがそびえ立つポポロ広場。今この広場に面して佇むサンタマリア・デル・ポポロ教会の内部には、ルネサンス以後のローマの市民たちが抱いた美のありよう、その感触を伺い知りうるのです。サンタマリア・デル・ポポロ教会の礼拝堂の一つに描かれた画家アニバーレ・カラチの聖母マリアの昇天です。この祭壇画はローマにおけるルネサンス時代に終止符を打ち、それ以後の美の方向が新たな古典主義であることを十分予感させなくもありません。16世紀ルネサンスと宗教改革等を同時に浴びせられたローマ市民たち、とりわけ批判の対象とされたローマ法王朝は、イエズス会等の反宗教改革の動きに支援されて異端審問を強化し、思想に対する規制は当然美の世界にまで及んだのです。しかし17世紀に至り、ようやく安定を得たローマ法王朝は教会美術の復活を図ったのですが、そうした要請に応えたのがボロニアの町で名声の高かったアニバーレ・カラチであったのです。そしてカラチと同時代の画家であったカラバッジオも、この礼拝堂にあたかもカラチの才能と競い合うかのように作品を残しているのです。それにしてもアンニバーレ・カラチの華やいだ空間とは、あまりにも異質なカラバッジオの聖ペテロの処刑の光景。もっともカラバッジオはその時代の画家として決して異端の道筋を歩んできたわけではありません。ミラノの町でベネチア絵画の巨匠チッチアノの系譜につながる工房で働き、20歳前後にはローマに現れ、画家チェザリのもとで恵まれない徒弟時代を過ごしているのです。いや、この世代の画家たちはある種の避けがたい負い目をその出発から背負わされていたというべきでしょうか。ルネッサンスの集大成者ともいえる二人の巨匠ミケランジェロとラファエロの時代は遠く過ぎ去り、いたずらにこれらの巨匠たちの作品のみが重くのしかかり、それを新たな古典として模倣することが
最善の美として受け入れられていたのです。こうした時代に遅れてきすぎた世代のその抑圧された感情が今カラバッジオにこのような過酷な写実描写へと向かわせたというべきでしょうか。礼拝堂の今一つの側壁に描かれたカラバッジオの作品「聖パウロの改宗」は時代の負い目からあくまで自由であろうとする画家の鮮烈な自己表現をここに見出すべきでしょうか。聖ペテロと共にローマカトリックの母体を築いた聖パウロは初めは頑ななユダヤ教徒としてキリスト教徒を迫害する立場にあったのですが、ダマスカスのキリスト教徒弾圧に向かう途上、イエス・キリストの声を聞き改心を果たすのです。その奇跡の瞬間を描くこの作品は、神の呼びかける声に驚き馬上より転落するパウロと馬の靴輪を取る老人との完結した構図の中に捉えられているのです。しかもその奇跡のありようにしても、神の啓示を表す不可思議な自然ただなの光に彩られることもなく、ただ固く閉じられた聖パウロの眼差しの内側にのみパウロ自身の心の動揺が暗示されているというべきでしょうか。それは言葉を変えれば、神の存在はここの人間の内面においてのみ把握されるべきドラマでしかないことを、画家は聖パウロの閉じられた眼差しによって明確に意思表示していると言えなくもないのです。もっともそれはカトリシズム絶対の時代にあっては、神と人間との間に介在するカトリシズムそのものを否定しかねない危険な思想でもあったのです。17世紀のローマ、私たちはカラバッジオのあの鮮烈な絵画空間を生み出すに至った時代背景としてのローマの街にも目を注ぐべきでしょうか。建築家フランチェスコ・ボロミーニの設計によるこのサンティーボ・デッラ・サピエンツァ聖堂は、その時代の表現様式バロックの典型と言われています。バロック、この言葉が歪んだ真珠を意味するのであれば、画家カラバッジオがルネッサンスに遅れてきた負い目を背負わされていたように、バロック様式自体もローマ法王朝の反宗教改革という規制の中にあって、今全体の調和を見捨てて、その部分的技法上の追求にその自由なはけ口を求めた結果、このような奇怪な表現に到達したというべきでしょうか。しかしカラバッジョ自身はこのボロミーニの作品を見ることはなかったのです。一介の無頼の徒として放蕩に身を持ち崩し、やがて犯罪を犯すに至ったカラバッジョはバロック最盛期のローマにとどまることはできなかったのです。ボルゲーゼ美術館が所蔵するカラバッジョの作品「蛇を足で押さえている聖母子」は、画家が実生活においては危険な犯罪心理の持ち主であり、容易に自制心を失う人間であったとは信じられないほど厳しい自己抑制による内的な緊迫と静かな調和とを漂わせています。足を重ね合わせ蛇を踏みしめている幼いキリストと聖母マリア、それを見守るマリアの母聖アンナ、この聖なる親子三代を描きながら、カラバッジョは
ここでも宗教画の慣習に従っているとはいえ、この聖なる家族が崇高であるのは彼らが神であるからではなく、人間そのものが到達しうる崇高さとしてあくまで表現しようとしていると言うべきでしょうか。あたかも人間の内面が神と切り離されて自立してあることを暗示するかのように、画家はここでも無限に広がる闇の空間を用意し、人物を浮かび上がらせる光は天上より保証された光ではなく、それぞれの人間の内面を通過してきたばかりの光によって自らを支えていると言えなくもないのです。この人間が人間としてあることの尊厳、このあまりにも当然すぎることに気づくためには、不幸なことに画家は今犯罪者となることが必要であったのでしょうか。写実的に描かれているこの蛇の存在が連想させる極めて邪悪な心が常に画家の中に潜み続けていたからこそ、人間の到達しうる果てしない高みが画家には今見えていたのかもしれません。そして犯罪は起こるべくして起こったのです。1606年、画家が33歳の時、友人たちと球技を楽しんでいた折、些細なことから友人の一人を殺害。ローマを追放されたカラバッジョは地中海の島々に放浪していったのです。それにしてもこの聖家族がはらむ緊迫と人間の尊厳に対する美しい表現は、殺人という大きな代償によってようやく勝ち得たのであれば、芸術の不可思議さ、いやその過酷極まる非常さを改めて思い知らされるべきでしょうか。